Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。世界のどこでもその国だけの迷信とかってあると思うんですよ。僕も小さい頃、お父さんとかお母さん、おじいちゃんおばあちゃんとかからいろいろな迷信を教えられました。ですので今日は多分日本だけの変な迷信をオノマトペと一緒に教えたいと思います。では今日のオノマトペをどうぞ。ピカピカ、ピカピカ、ピカピカは光が一瞬強く光る様子を表しています。雷を見た時によく小さい子はピカッと光ったとよく言います。雷は一度だけピカッと光るので、ピカピカじゃなくてピカッと使います。このピカッと言った時のこのうっていう音が音が切れるので、すごくリズムが良くて、それが雷の一瞬だけ強く光る感じと似ています。ですのでポケモンのピカチュウのピカもこのピカから来ています。いけピカチュウ、君に決めた。ピカチュウは雷を使うのでピカチュウですが、このチュウは何かというとネズミの鳴き声です。日本ではネズミはチューチューという風に鳴きます。ピカチュウも確かネズミポケモン？そういうネズミのグループに入っているので、絶対ピカチュウのチュウはネズミから来ています。だからもし日本語にオノマトペがなかったら、ピカチュウの名前は光るネズミ？絶対光るネズミっていう名前だったらポケモンそんなに人気じゃなかったと思います。お母さん、光るネズミのぬいぐるみ欲しい。それ絶対ないし、ポケモンマスターになりたいとかいう人もあんまりいないかなと思います。実は今日紹介したい日本の迷信もこの雷に関係する迷信です。その迷信は、もし雷を見たり雷の音を聞いたらおへそを隠せということです。おへそはここにあるやつのことで、雷を見たらこのおへそを隠さないといけません。本当に隠す人はほとんどいないんですけど、雷の神様は人間のおへそがすごい好きで、人間のおへそを見るとそれを取っちゃうらしいです。ですので僕たちは雷を見たら取られないようにおへそを隠します。ちょっと面白くないですか？僕もなんでこんな迷信があるのと思って調べました。たくさん理由が考えられているんですけど、一つ目は雷が鳴っている時はよく冷たい風が吹くらしいです。ですのでその冷たい風でお腹が痛くならないように、お腹が痛くなると次の日学校に行けなかったりするので、お腹が冷たくならないように手で押さえてあったかくするためにこの迷信が考えられたと言われています。2つ目は、お腹を隠す時って少し前にかがむと思うんですよ。こういうのをかがむと言います。よくテロリストが飛行機の中で、みんなそこを動くな、その場所でかがめという風に言います。そういう状況を映画とかで見た時は多分みんなこういう風にすると思います。これがかがむです。ですのでおへそを隠す時、こういう風に前にかがむと雷はよく高いところに落ちるので、なるべく高くないようにするために考えられたと言われています。でもほとんど変わらないですよね。これで雷がピカッと光るという言い方とか、ピカチュウのピカの名前の理由も分かったと思います。ではピカピカはいつ使うのかというと、とても綺麗で光っているものに使います。例えばお皿を洗った時に、最初は汚いですけど洗った後ってすごく綺麗じゃないですか。でその時は光が反射して光ってるように見えますよね。ここからお皿がピカピカという言い方ができるようになりました。お皿がすごく綺麗だと光は何回も反射をするので、お皿はピカピカと言います。他にも例えば窓があってこうやってするとき、これを日本語で磨くと言います。何回も何回もこういう風にこすって綺麗にすることを磨くと言います。ですので窓を磨いた後は窓がピカピカになります。シンデレラの映画でシンデレラが
悪いお姉さんにすごくいじめられて窓がピカピカになるまでずっと磨いているシーンがありましたよね。あの時嫌な悪いお姉さんはピカピカになるまで部屋の外出さないよと言っていた気がします。ちょっと違うかも窓をピカピカに磨くを窓をピカピカにすると短くすることもできます。あとは靴をピカピカにする、もちろん靴をピカピカに磨くも正解です。あと昔ツルツルという表現を勉強しましたよね。ツルツルの動画を作ってる時すごいピカピカの話したかったんですけど、ちょっと動画長くなっちゃうかなっていうのと、動画最初の方だったので説明できませんでした。ツルツルは表面がとても滑らかな様子を表していましたよね。ですので例えばよく社長の部屋とかにある机は、僕のイメージですけどすごいツルツルのすごくピカピカの机が置いてあると思います。で机はすごいツルツルで、ツルツルだとやっぱり光をよく反射しやすいのでピカピカの机という言い方もできます。他にもツルツルは頭にも使えるという話をしましたよね。ですので、頭がツルツルの人によく小さい子供はママすごいあの人の頭ピカピカしてるとか、そういうことをたまに言っちゃいますよね。ピカピカは綺麗なものに使えますけど、頭がピカピカと言われたら多分嬉しくないので、それは皆さん使わないようにしましょう。でもピカチュウだったら頭がピカピカのおじさんはピカジーとかどうですか？僕が作りましたけど。いけ、俺のポケモンピカジー、君に決めた。絶対に怒られますね。でも俺のおじいちゃんも頭がツルツルで、しかも光をよく反射するので頭がピカピカなんですよ。ですので俺もちょっと頭がピカピカになるのが怖い。やだな、将来オノマップじゃなくてピカマップとか言われてたら。Did you get how to use Pika Pika? But don't just say Pika Pika all the time. Then you're like Pikachu. Pika Pika! Pika Pika! If you like this video, give it a like and subscribe to my channel. 皆さんありがとうございました。もう最近ね、11月にあるすごい大きなテストのせいで、もう勉強か筋トレか、YouTube のビデオ、あと食べる寝るしかしてない。でも勉強は iPad を使ってちょっとクイズみたいで、例えば23歳の男性が倒れていた。この時一番最初にすることはどれか。救急車を呼ぶとか、周りの安全を確認するとか、いくつか選択肢があってその中で一番いいのを選ぶっていう、こういう感じの勉強なんで、そんなに辛くないですけど、そんなに勉強の内容は辛くないですけど、でも勉強する時間は長いので結構辛いですね。でも勉強に疲れたらYouTube のコメントとか見て、それでみんなから結構元気をもらってるので、コメントを書いてくれる人はいつもありがとうございます。結構それで気分をリフレッシュしたりしてます。動画も作っていきたいと思うので、ちょっと遅くなっちゃうかもしれないですけど、皆さんそれを楽しみにして毎日楽しく過ごしてくれればなと思います。じゃあまたね。